停戦が発効したその6時間後に違反報告が来たのだ。停戦が発効した当日に違反？それって停戦の意味がまるでないじゃない。誰がどんな違反をしたの？2026年4月17日、イスラエルとレバノンの間で10日間の停戦が発効したのだ。トランプ大統領がこれで10回目の戦争終結だと持参した合意なのだ。でも今日この動画ではなぜ停戦がすぐに破られたのか、背後にある3つの構造的矛盾、そして日本のエネルギー安全保障への直撃リスクまで3段階で深掘りしていくのだ。まず何が起きたかを整理するのだ。4月16日、トランプ大統領は自身の SNS、トゥルース、ソーシャルにこう投稿したのだ。レバノンのアウン大統領とイスラエルのネタニヤフ首相と素晴らしい会話をした。両リーダーは10日間の停戦を開始することで合意した。とな。ナシオン紙によると、停戦発効は現地時間の17日深夜0時、34年ぶりにワシントンで両国首脳が会談したことをトランプは歴史的と表現したのだ。34年ぶりの会談か。それだけ長い間、両国は直接話し合いすらしていなかったということよね。でも10日間って期間、すごく短くない？停戦の条件は何だったのかしら？そこが核心なのだ。停戦の条件として、アメリカ側は大きく2つを提示していたのだ。一つは、ヒズボラの武装解除。もう一つは、イスラエルがレバノン主権を尊重し、軍を撤退させること。ところが、ネタニヤフ首相は停戦に合意しながらも、南レバノンからイスラエル軍を国際国境まで撤退させようというヒズボラの要求には応じていない、とはっきり表明したのだ。つまり停戦合意の前提条件が、当事者間で食い違ったまま発効したのだ。停戦の前提条件が当事者間でずれてるって、それもはや、合意、じゃないんじゃない？ズンダモンの言い方を借りると、ルールが書かれた紙に両方がサインしたけど、読んだページが違ったってことよね。まさにその通りなのだ。停戦合意とは本来、互いに何をするか、しないか、を明示した契約のようなものなのだ。それが曖昧なまま発効したから、6時間後には軍事行動が続き、双方があの行動は合意違反だ、と言い合う状況になったのだ。実は今回の停戦、構造的な問題が3つあるのだ。その1つ目を次で説明するのだが、実はこれ、2006年のレバノン戦争の停戦と全く同じ失敗パターンなのだ。停戦が機能しない構造的理由の第一は、ヒズボラの武装解除問題、なのだ。マクロンフランス大統領は X、旧ツイッターで、ヒズボラは武器を放棄しなければならない。イスラエルはレバノンの主権を尊重し戦争を止めなければならない。と両方に釘を刺したのだ。ミドル、イースト、アイが報じたように、マクロン氏はトランプの停戦発表を支持しながらも、継続中の軍事作戦によってすでに骨抜きにされつつある、と懸念を表明したのだ。フランスとアメリカが同じように停戦を支持しているのに、報道の温度感が全然違うわね。トランプは歴史的平和と自賛しているのに、マクロンはもう骨抜きになってるって言っている。どっちが実態に近いのかしら？これは非常に重要な視点なのだ。米仏の報道姿勢の差はそのまま、停戦の評価基準の違いを反映しているのだ。トランプにとって停戦は宣言すれば成立するもの。一方マクロンにとって停戦は軍事行動が実際に止まって初めて成立するもの。この認識の差が現地では具体的な被害として現れたのだ。DW ドイツベレの報道によると、停戦発効後もイスラエル軍がレバノン南部のヒアムという町で大規模な破壊作戦を継続したのだ。構造的問題の第2は執行機能の不在なのだ。停戦合意には誰が違反を認定し罰則を与えるかが定められていないのだ。レバノン軍はイスラエルが複数の停戦違反を犯したと公式に発表したのだが、それを止める実力行使ができる国際的な機関がないのだ。ヒズボラもイスラエル兵への報復攻撃を行ったと自ら発表した。つまり違反したら報復するという論理が生き残っている限り10日間の停戦は形骸化するのだ。ちょっと待って、それってスポーツの試合で言うと、反則したら笛を吹く審判がいない状態よね。ルールブックだけあって、違反しても誰も止めに来ない。選手が自分で、あれは反則だ、と言い合って、自ら報復するのを待つしかない。それって試合というより喧嘩じゃない。完璧な例えなのだ。そして構造的問題の第3。これが一番深刻なのだが、トランプの停戦外交の時間軸問題。なのだ。ここで少し歴史を振り返るのだ。2006年のレバノン戦争、国連安保理決議1701が採択され停戦が成立したのだ。その時も条件は、ヒズボラの武装解除、と、イスラエル軍の撤退、だった。あれから約20年、ヒズボラは武装解除どころか、当時の5倍以上のミサイルを保有するまでに拡大したのだ。今回の停戦が同じ轍を踏む可能性がある、とミドル、イースト、アイは指摘しているのだ。20年前と同じ構造なのに、また同じ方法で解決しようとしているってことを、問題の根っこが変わっていないなら、
結果も同じになりそうで怖いわ。でもトランプが10回目の戦争終結というからには何か違う担保があるんじゃないの？トランプが担保として提示しているのは、ホワイトハウスに要首脳を招いて、1983年以来初の正式な和平協議を行うという宣言なのだ。ナシオン紙によれば、トランプはネタニヤフとアンをホワイトハウスに招待するとも発表したのだ。ただ注意すべきは、1983年当時のレバノンは内戦中で新イスラエル政権だったことなのだ。今のレバノン政府とは立場が全く異なるのだ。43年ぶりの歴史的対談という言葉の響きと、現実の外交的複雑さは大きくかけ離れているのだ。ここで少し一息ついて、日本への影響を見ていくのだが、その前に今の要点を整理するのだ。ここまでの要点を振り返るのだ。停戦は発効したが、ヒズボラの武装解除とイスラエルの撤退という二大前提条件が当事者間で食い違ったまま、執行機能がなく、発効数時間でイスラエルが軍事作戦を継続、そして2006年の失敗と同じ構造を繰り返している可能性がある、という3点なのだ。この続き、日本への影響が実は家庭に直撃するのだ。さて日本への影響なのだ。中東情勢が不安定化すると、最初に財布に響くのがエネルギーコストなのだ。日本は石油輸入の約9割を中東に依存しているのだ。その9割のうち、タンカーのほぼ全てがホルムズ海峡を通過するのだ。レバノン、イスラエル停戦が崩壊した場合、近隣のイランが緊張を高める可能性があり、ホルムズ海峡の通行リスクが上昇するのだ。原油価格が現状の70ドル台から100ドルを超えた場合、経産省の試算では電気代が月平均で1世帯あたり約1800円から2400円上がる可能性があるのだ。月2400円って年間で約3万円よ。それって1ヶ月分の食費がそのまま吹き飛ぶ計算だわ。しかもこれ、電気代だけの話でしょ？ガソリン代や食料品の輸送コストにも波及するわよね。その通りなのだ。連鎖効果はさらに大きいのだ。食料品の国際輸送コスト上昇で、輸入小麦が値上がりすれば食パン1斤が20、30円上がる。プラスチック原料も石油由来なので日用品が連鎖的に値上がりするのだ。これは、中東の戦争は遠い世界の話ではなく、毎月の家計に直結する話なのだ。特に2030年に向けてエネルギー転換を進めている今の日本にとって、この不安定化は原子力、再生可能エネルギーへの移行コストも左右する長期的な問題なのだ。もう一つ見落とせないのが安全保障への影響なのだ。DW ドイツェ、ベレによると、ドイツのメルツ首相はパリで開かれるホルムズ海峡防衛ミッションの協議に参加し、機雷掃海艦の提供を提案した。これはヨーロッパが中東の不安定化に軍事的に関与し始めたことを意味するのだ。日本も毎年、防衛費の議論でこの地域の安全保障をどう分担するかが論点になっているのだが、停戦の崩壊はその議論を加速させる可能性があるのだ。ちょっと聞いていい？私個人的には、トランプの停戦外交に対して懐疑的なのよ。9回の戦争を終わらせた、というけど、それって実際には止まっていない衝突も多いじゃない。外交的な宣言と現場の現実が乖離したまま、停戦成功、というのは、むしろ和平の難しさを軽く見せてしまって、本当の解決を遠ざける危険性もあると思うんだけど、ズンダモンはどう見てる？それ、鋭い問題提起なのだ。実はアメリカの外交学者の間でも意見が分かれているのだ。取引型外交、ディール外交を支持する側は、まず止めることが大事で、詳細は後から詰められる、という。一方で、構造的平和論派は、根本問題を解決しない停戦は再燃の温床になる、と主張するのだ。僕の率直な見方を言うと、今回の停戦はヒズボラの武装解除という不可能に近い条件を内包している以上、10日後に同じ問題が戻ってくる可能性が非常に高い、と見ているのだ。冒頭で、停戦が発効した6時間後に違反報告が来た、という話をしたのだ。その根本にあるのは今説明した3つの構造的矛盾なのだ。つまりこの違反は、偶発的なもの、ではなく、停戦の設計自体に織り込まれた問題が表面化しただけなのだ。これが意味するのは、今後も違反と報復の連鎖が続くリスクが高い、ということなのだ。それでは今後3つのシナリオで考えてみるのだ。シナリオ A は、停戦維持、ホワイトハウス会談、部分的な和平合意、確率は低いが、ゼロではないのだ。これが実現すればホルムズ海峡リスクは後退し、日本のエネルギーコストも安定するのだ。シナリオ B は、10日後に停戦崩壊、散発的な衝突継続。これが最も現実的なシナリオで、この場合、原油は80、90ドル台での推移が続くのだ。シナリオ C は、イランが本格介入、ホルムズ海峡緊張、原油100ドル超え、
このシナリオなら日本の家計への打撃は年間3万円以上になりうるのだ。じゃあ個人レベルで今できることって何かあるのかしら。エネルギーコストが上がるなら、今のうちに対策しておきたいわよね。シナリオ B に備えた現実的な行動として3つ提案するのだ。1つは電力契約を再確認すること。固定料金プランへの切り替えは今のうちが有利な可能性があるのだ。2つ目は灯油、ガソリンのタイミング買い。原油高が予想されるなら備蓄を少し増やすのも選択肢なのだ。3つ目は今回の停戦10日間の動向を中止すること。次の転換点は10日後に来るのだ。今の数字を覚えておいてほしいのだが、原油70ドル台が80ドル超えに転換したら、家計への波及が始まるサインと見ていいのだ。あなたは今回の停戦、本当に機能すると思うかのだ。コメントで、機能する、か、崩壊する、教えてほしいのだ。このチャンネルでは毎日海外ニュースを日本語で深掘り解説しているのだ。今日のレバノン、イスラエル停戦のように遠い国の話が実は日本の家計に直撃することを毎回わかりやすく伝えていくのだ。チャンネル登録と高評価で応援してほしいのだ。通知をオンにすると明日の動画も見逃さずに済むのだ。今週も毎週金曜日は地政学ウィークリーをお届けしているのだ。来週もこの地政学シリーズでお届けするのだ。次回は中東停戦の10日後の答え合わせも含めて最新動向を解説する予定なのだ。ではまたのだ。